ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、映画、プラダを着た悪魔2の作中に登場するアジア人女性のステレオタイプ表現が物議を醸している話題についてよ。現在、制作、配給の20世紀スタジオが公開した動画に批判が殺到していて、大きな騒動に発展しているんだよ。今日は、プラダを着た悪魔2の問題のシーン、そして中国国内でのボイコットの動きについて徹底的に解説していくよ。プラダを着た悪魔ってあの超有名なファッション映画の続編やろ？なんや、公開前からいきなり炎上しとると？せっかくの話題作やのに、しょっぱなからケチがついたってわけね。バリ受けるっちゃけど、具体的に何が問題になっとるん？ことの発端はね、制作、配給の20世紀スタジオの X アカウントが4月17日に公開した38秒の動画なの。その切り出された映像の中でアジア系のアシスタント女性が登場するんだけど、その表現がこれまでハリウッド映画で描かれて問題になってきた古く差別的なアジア系キャラクターとして表現されているということで批判が殺到しているんだよ。38秒の動画だけでそこまで炎上するってよっぽどひどい描かれ方をしとるってことやろ？そのアジア系の女性ってどんな役柄で出とるん？ X で公開された動画の中ではね、アン・ハサウェイさん演じる主人公、アンディの新しいアシスタントとして、そのアジア系の女性が登場するの。ちなみに、そのキャラクターは中国系の女優さんが演じているんだよ。へえ、アンディの新しいアシスタントなんやね。ファッション雑誌の編集部のアシスタントってことは、バリおしゃれな子なんやろ？それが違うのよ。その女性の容姿なんだけど、チェック柄のシャツにチェック柄のスカートを合わせていて、さらに大きなメガネをかけているの。おまけに髪型が崩れたようなひっつめ髪という姿で登場するんだよ。華やかなファッション業界の人物たちとは対照的に描かれていて、ファッションセンスに欠ける人物として設定されているという主張が出ているの。は？チェックオンチェックにデカメガネでひっつめ髪？なんや、その一昔前のステレオタイプなガリ勉スタイルは、おしゃれの最先端を行くような映画で、なんでアジア人だけそんなダサい格好させられとるん？嫌がらせにも程があるやろ。本当にそうだよね。そして問題は容姿だけじゃないの。その女性が名乗った名前がチンジョウという名前だったんだけど、これが大きな騒動の火種になっているんだよ。チンジョウ？中国人の名前としてはありそうやけど、それがなんで問題になっとると？実はね、このチンジョウという発音が西欧で中国人や中国系の人々を侮辱、嘲笑する際に使われてきたチンチョンという言葉にとてもよく似ているからなの。このチンチョンというのは19世紀の西欧社会において中国人労働者を嘲笑する中で生まれた代表的な侮蔑表現として知られているんだよ。うわ、それは最悪やね。わざわざそんな差別用語に似せた名前をつけるとか、制作陣は絶対わざとやろ。悪意しか感じんっちゃけど、そんなん怒られて当たり前やん。そうなの。だから女性の役名について SNS 上では人種差別的な名前だとの指摘が殺到しているんだよ。これについて、あるネットユーザーは、もし、黒人の登場人物の名前が、黒人に対する差別的表現のニグロを連想させるニゴだったら、ハリウッドは、あえて、このような映画を作ることができただろうか、と書いて、制作陣の意図を厳しく問題視しているの。そのネットユーザーの指摘、バリ鋭いね。確かに、黒人差別やったら、絶対に許されんのに、なんでアジア人やったら、こんな風に、堂々と、差別的な表現を使って、映画が作れるんかって話よ。ハリウッドの連中、アジア人のこと舐め腐っとるんとちゃう？そうだよね。そしてね、炎上している理由は、名前と容姿だけじゃないんだよ。キャラクター設定も、論争の的になっているの。このチンジョウという女性は、初対面の上司であるアンディに対して、自身の高い学歴や GPA という学業成績の指標を早口で喋ったりするんだよ。初対面で、いきなり、自分の成績をベラベラ喋り出すアシスタント？空気読めなすぎやろ。そうなの。さらに、上司を批判したり、自己アピールしたりするシーンもあるの。これが、西欧社会でアジア系高学歴者に対して抱かれがちな、勉強はできるが、社会性に欠けるアジア系という固定観念をデフォルメしていると受け取られていて、その点にも批判が集まっているんだよ。勉強はできるけどコミュ障って、まさにアジア人に対する典型的な偏見やん。そんな古いステレオタイプをわざわざ引っ張り出してきて、何が面白いんか全く理解できんわ。それに加えて、オーバーな表情や演技で、不器用な人物として描いていて、中国人を茶化しているという指摘もあるんだよ。
ハリウッド映画では、これまでもアジア人キャラクターが差別的なステレオタイプで描かれることが長年問題となっていたんだけど、今回の件でまた、その歴史が繰り返されてしまったと言われているの。長年問題になっとるのに、全く反省しとらんってことやね。本当に呆れるわ。でもさ、前作のプラダを着た悪魔でも、主人公のアンディが最初はダサい服を着てて、周りからバカにされとったやん。今回のも、ただ、そのシーンを真似したオマージュなんやないの？葵、すごく鋭い指摘だよ。実際、2006年に公開された前作、プラダを着た悪魔で、アンディがおしゃれなトップファッション誌でアシスタントになった際、はじめはダサい服を着てバカにされたというシーンをオマージュしているものだという指摘もあったの。でもね、それに対して、ド直球のアジア人差別だという声が多く上がっているのが現状なんだよ。なるほどね。100歩譲ってオマージュやとしても、名前が差別用語に似とったり、いかにもなステレオタイプ演技をさせとる時点で、言い訳にはならんってことやね。動画のコメント欄とかでは、みんななんて言っとるん？で、ここで、みんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価を押してね。ポチッと押すだけやけん。よろしく頼むばい。で、コメント欄の反応はどうなん？コメント欄ではね、楽しみにしていたので残念という声や、今時、こんな若いアジア人をニューヨークで探す方が大変といった、呆れるような声が寄せられているの。さらに、映画を見るつもりだったけど、この映像は人種差別的だと感じたのでもう見ないと、はっきり拒絶する声も上がっているんだよ。今時、こんな若いアジア人をニューヨークで探す方が大変って、ほんまそれな。ネットユーザーのツッコミ、冴えとるね。これだけ批判されたら、一番ターゲットになっとる中国の人たちは黙っとらんやろ。その通りだよ。この米ハリウッド映画、プラダを着た悪魔2で中国人という設定の登場人物をめぐって人種差別騒動が発生したことで、中国国内ではボイコットの声が上がっているの。ボイコット運動まで起きとるんや。中国市場って映画業界にとってもバリでかいマーケットやろうに、自分からそれに火をつけるとかアホとしか言いようがなかね。中国のネットユーザーは具体的にどんなこと言っとるん？中国のネットユーザーたちは、陳情という名前は中国人を侮蔑する表現のように聞こえる。容姿もキャラクター設定も典型的で醜いと怒りをあらわにしているの。他にも公開された予告編だけを見ると、陳情という登場人物はおしゃれでないし、感情に欠け、横柄に見えるといった意見もあるんだよ。まあ、そりゃそうなるわな。自分たちの国の人をそんな風にバカにされとるのを見たら、誰だって腹立つばい。さらに、アジア人を侮蔑し、差別しておきながら、なぜ、この映画は、中国で、こんなに大々的に宣伝されているのか、と、配給側の姿勢を疑問視する声も上がっているの。映画風切りを前に公開された映像で、中国系の脇役の名前や描写が、中国人を侮蔑する要素を含んでいるという批判が、インターネット上を中心に、どんどん広まっている状態なんだよ。大々的に宣伝しといて、中身は差別まみれって、どんなギャグなん？これ、映画の公開時期とか興行収入にも絶対影響出るやろ？葵、そこも重要なポイントだよ。騒動が広がっていることから、同映画の上映を批判する声が相次いでいるんだけど、実は、この映画、中国のゴールデンウィーク期間にあたる労働節の連休、つまり5月1日から5日に封切りを迎える予定なの。一番人が入る稼ぎ時の連休に公開なんや。それやのにボイコット騒動ってタイミング最悪やね。そうなの。だから、こうした状況から、興行にかなりの影響が出る恐れがあるとの見方もあるんだよ。香港紙の青東日報は、今回の騒動は、映画の評価や興行成績にマイナスの影響を与える可能性があるとの見通しを報じているの。そりゃそうやろ。これだけ炎上してボイコットって言われとるのに、わざわざ映画館にお金払って見に行く人なんておらんやろ。自業自得っちゃけどね。ハリウッド映画におけるアジア人の描かれ方については、これまで何度も議論されてきたはずなのに、また同じような問題が起きてしまったことは、本当に残念だよね。映画は、多くの人に影響を与えるメディアだからこそ、もっと配慮が必要だったんだと思うよ。本当やね。時代はアップデートされとるのに、作り手の頭の中だけ、昔のまま止まっとるんやろうね。これを機に、ハリウッドも、ちょっとは反省してほしいもんやわ。ということで、今日は映画、プラダを着た悪魔2のアジア人女性のステレオタイプ表現が物議を醸している話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。
では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。